こんにちは、みくらです。久しぶりにゆっくり音声で、失礼します。久しぶりすぎて操作方法忘れていたよ。私、X にて毎日マイクラ画像を、投稿させていただいておりまして、この夏で3周年となりました。ここで知人やコメントの意見を、聞いてみましょう。このアイデアの数は、どうやって考えているんですか？キモい。暇なの？というわけで、アイデアの出し方とこいつらへの、弁明のために今回の動画を、作った次第です。と言っても作る流れはお家を、作る過程と一緒。まずはシンプルな形を作って、その後柱や屋根を付け足していくことで、装飾していきますよね。同じ流れで装飾デザインも、作っていきます。装飾メモを考えるときの、流れについて、まずはスーパーフラットの土地を、用意します。整地めんどいからね。次にテーマを決めます。今回は椅子を作ることを、テーマにしてみます。それでは作っていきましょう。先ほどもお話しした通り、一番最初にシンプルなデザインを、作ってその後装飾を、プラスしていきます。というわけで、椅子のシンプルなデザインを何種類か、作りましょう。X の装飾メモでは4種類ずつご紹介することが、多いので、こちらでも4種類作っています。こんな感じでどうかな？シンプルなデザインが出来上がりました。続いてこれを派生させていきましょう。1派生目はバーチェア風にしてみます。最初のシンプル椅子の下に、フェンスを置くだけで完成。エンドロットに変えて光源にしたり、ピストンを使って銅ゴーレムを乗せられるようにしても良いですね。これで3デザイン完成。バーチェアです。これで1人用の椅子は、バッチリですね。それではさらに派生させて、2、3人座ることができそうなベンチを、作ります。これ系の装飾メモを考えているときは、できるだけ使用するブロックの種類を増やさないようにしています。複雑になればなるほど真似しづらいからね。実際にこちらのベンチも、メインのブロックは、棚ブロックとハーフブロックの2つだけ。真ん中に装飾用のブロックを1つ設置して、簡単で大量生産できてしまいそうな作りにしています。銅ゴーレムくんを乗せると、よりベンチっぽくなって便利。あと、ジャイロ系の装飾は、すごく使いやすいんですけど、見た目がすごく地味になってしまうので、その時は一アイデア派手なデザインを加えています。これ、遊園地建築とかでしか無理じゃね？と、一瞬冷静になってはいけません。遊園地を作れるのがマイクラなのです。椅子の派生デザイン。最後はベッドを使ったデザインを作ってみましょう。サバイバルの寝室も兼ねて使うことができるので便利なデザインです。ただまっすぐ並べて作ったり、地面にヘルメットを埋めてクッションのあるソファー風にしてもいいですね。こちらは銅系ブロックで作っているので、めちゃめちゃ硬そう。本格的にクッションっぽくするなら、革のヘルメットを着色して設置する方がおすすめ。L 字のソファーも作ってみます。こちらは2つのベッドを、このように設置するだけの簡単仕様。部屋の形に合わせて、右向きにするのか左向きにするのかを決めてください。サバイバル序盤でも、割と低コストで作ることができるのでおすすめ。椅子のデザインを使って、装飾メモを作る流れをご紹介させてもらいましたが、いかがでしたでしょうか？ご覧いただいた通り、最初に限りなくシンプルなデザインを考えて、それをもりもり派生させていく流れで作っています。この他の椅子デザインはブログの方でご紹介させてもらっているので、今回は省略。ねえ、簡単でしょ？次のデザイン行ってみよう。大まかな流れは先ほどと同じ。最初にテーマを決めて、シンプルなデザインを作ります。その後いろいろな形に派生させて、デザインを4つずつ完成させていきます。今回のテーマは井戸にしますね。まずはシンプルなデザインを作ります。
と言っても、井戸はマインクラフト既存の村に自動生成されるので、それをベースにしようかな。出来上がり。不思議な力で増やしておきました。1派生目はこの村の井戸を加工する形で作ろうと思います。屋根とか光源とかをもりもりつけたいけど、我慢。高コストになりすぎない容器をつけています。あくまでも村の井戸を手直しするレベルです。逆に、めちゃめちゃ盛りたいときは容赦なく、盛りまくるデザインを作ります。なのでこちらも建材の種類を抑えていて、ベースのブロック、階段、カーフブロック、塀、フェンスを、それぞれ1種類ずつ縛りです。低コスト建材縛りをするときは、光源を置かないこともしばしば。みんなは村人が襲われないよう松明を設置してね。あとブロックの組み合わせに悩んだら、似た色味のブロックを使うと良いです。例えばこちらの両海岸の井戸。組み合わせやすいフェンスがないのですよね。でも両海岸自体は青緑がかった灰色をしているので、同じ青緑系統の歪んだフェンスを組み合わせてそれっぽくすることができました。というわけで、村の井戸を加工する形で4デザイン作ってみました。例によって1デザイン奇抜な色味にしています。どうかな？最後にもう1種類作ってみましょう。テーマは同じく井戸。作りは、先ほど村の井戸を作ったので、今度は個人の庭にありそうな井戸を作ります。水の場所を1ブロックにして、小ささを表現。村の井戸よりも高さを上げて、装飾の幅を広げられるようにしています。レバー、鎖、エンドロッドを使って、水を汲み上げるための鶴瓶縄を表現。正直エンドロッド部分は他のブロックでもいいです。私はよく避雷針やランタンで代用しています。今回は他に光源がなかったので、エンドロッドに光源を兼ねさせた形です。これで2種類完成。装飾メモは毎日4種類作っているので、せっかくですからあと2種類作りましょう。今回は個人の庭に置いてある井戸という設定なので、4種類もしくは8種類ほど作れば、どこかしらの家に合う井戸になるかな？私は屋根の色とかに合わせることが多いです。あ、こちらは鶴瓶縄の位置変えとこ。横から見るとこんな感じです。石レンガと頭皮の組み合わせ、無難でいいな。今回は井戸バケツを大釜で表現していますが、飾り壺に変えてもおしゃれ。ちょっとずつ派生させてデザインを変えます。ここも錆びた銅の鎖にして、雰囲気変えとこ。そんなこんなで井戸の派生2つ目も、4種類完成。以上が装飾メモの作り方の手順でしたが、いかがでしたでしょうか？毎日投稿キモい褒め言葉と言われたこともあるんですけど、行かないでください。逃げないでください。いいね。実際に毎日建築しているわけではなく、週末に何種類かサクッと作って一つずつ予約投稿させてもらっています。同じ週に似た系統のテーマのものが投稿されるのもそういった理由です。なんだこのワールド気持ち悪。こうして意味のわからんワールドだらけになるのです。何はともあれ。以上が装飾メモのアイデアの出し方でした。ね、簡単でしょ？これで君も今日からマインクラフト装飾屋さん、一緒にマイクラ建築でタイムラインを埋めましょう。あ、逃げないで。待って。ご視聴ありがとうございました。